北谷さん、お久しぶりです。どうもご無沙汰してます。どうも今日はよろしくお願いします。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一さんです。すごいよく噛まずに言えました。僕一番失敗するとこなんですけど、そこね。僕がまだもう本当盆栽始めたての頃にずっと北谷さんの YouTube 見させていただいて、もうすっかり初期の方の多分熟成なんで、それはありがとうございます。嬉しいです。一緒にこうやって YouTube まさか出ていただけると思わなかった。北谷さんの方から今日何をするかだけちょっとご説明いただければと。単純に言いますと、畑に植わってる松を掘り上げて鉢に入れると。鉢って言ってもトロ箱なんですけど、トロ箱に入れるんですね。これがね結構香川県高松あたりのその盆栽屋さんのね、なんというか日常とかよくあるパターンで、その昔ながらのパターン、なかなかね他の盆栽園ではないと思うんですけど。そうですね、なかなかない光景だと思うので。で今回はうちの初代か2代目ぐらいからの多分樹齢70年超えぐらいの古くて大きい五葉松を掘るんですけど、今日ねお手伝いしてくださるっていういいことにね。いやいやもうめっちゃ嬉しいです。重たいとこ助けてくださいみたいな。任せてください。手伝わせていただきたいです。よろしくお願いします。この木はもうそれこそ初代か2代目の方が植えた時っていうのはどんな姿だったんですかね。最初はでも本当黒松の苗木に1本か2本芽がついであるだけからスタートでこんなになるんですね。70年以上経って。そうで大昔のおじいさんの写真残ってたんですけど、かなり小さかったですね。これなんですか。すごいね。畑じゃなきゃでもこうはならないですよね。そうです。鉢の上だと。じゃあこれ早速いきますか。じゃあまず根回しは秋頃にはしてるんですけど、ちょっと根がちゃんと切れてるかどうか、大体の鉢の大きさにこう線を引くぐらいな感じで、あとはそこの方まで掘り上げやすいようにこの外側大きくね、こうやってこれもう根回ししてるからこれ白いんですけど、これ新たに生えてきた根で、これだけ活発に細い根が出てますよってことなんで、活着率は高いんじゃないかなと。これ柔らかいですよ。これは根回ししてるからなんですよ。根回ししてなかったらもうガッチガチですからね。でそろそろねこうちょっと真下にこう向かって横からザクザクと、結局この畑から切り離さないといけないんで、もう平行にこう入れる感じなんですね。ベルトを木の幹に引っ掛けて上に吊り上げます。これがおよそ何キロあるってさっきおっしゃってました。多分これだったら200キロぐらいあるんじゃないですかね。これは今上根というか、そうですね、この上の方のいらない土を取って、案外これ取るとねいい粘りが出る場合が多いですね。今見えないですもんね。僕の父親のね73代目がいつも結構手慣れてね上手にするんで。土が柔らかいから結構削れますね。この白根というか、これは根回しをその秋にした後に出た根で、これはあればあったほどいいんですかね。あればあったほど。やっぱその畑の木がなんで枯れやすいかって言ったら根の数がすごく少ないんですね、盆栽とかに比べて。でこうやって根回ししたらもうここ見ただけですごい数に増えてるんですけど、こういう状態だと枯れにくい。ちょっと親父そこをやってもらう。この辺ボコってなってるのをこれ平らに正面見て、正面のその
木の感じ見て綺麗に下が水平になるようにちょっと上げる、ちょっと上げる、ちょっと上げます。今斜めになってるんですよ、木がね、はい、前に倒れてるような感じ、それも加味しながらそこをね平らにしていかなきゃいけないですね。でその太いあたりのそこの根は切るんで、ある程度そのむき出しにしてもらって、はい、ある程度いったらこういうハサミでねジョキンといくんですけど、すごいです。多分太いのも切れると思うんで、よかったらこれでですか？はい、で左手気をつけてください。こっちがこれを切る必要ない。いやもうそんな根元からいきます。ここから。すごいな、こんないろいろありますね。親父木止めとってあげて、でももう思いっきりすり切りで。根元の方で。はい。まあまあまあ。そう。はい。まあとは言いながらまた後でね、もっと切る可能性はあるんですけど。とりあえずここでできるとこまでやっといて、はい、はい、じゃあそろそろトロ箱にどれぐらい入るか。これまあ植える鉢と同じ形のね、大きさも一緒ですかね。そう、穴はまだ植えるようないっぱい開けてるんですけど、これはただただ今回の入るか入らないか試しようで。ちょっと当てがってみるね。え？ちょっとまだ入らない？こっちが飛び出てますね。もうちょっと一回上げてみようか。ちょっと当てごて。でちょっと切らないかな。これか。ちょっと電動。OK かな。ちょっと一回見てみようかな。入った。入った。でこの表面のねちょっと汚い泥だけ、芯までは洗わないんですけど、こんな感じで。でも優しくしたいね、こう手で指でいってます。と全体的に上根を出すんですね。はい、イメージは。5ミリのドリルでね穴いっぱい開けて、だから水はけはいいですね。あとこれだけじゃダメで、こういう木のね下に敷いて、はい、水はけよくするためにでこれで木を固定するような針金今準備してるんですけど、これ適当な鉢のサイズ見て幹の太さ見て、今回は幹が太くて鉢が結構ごっついんで、まあまあ外側でもいけるかなというところで。
これ日向土っていうんですけど、まあ、軽石ですね。これも底だけにこれぐらいかな。愛媛で採れた石使ってるんですけど、それと赤玉のブレンドしたものですね。はいはい。ちょっと大変なんで。どうですかね、もうちょっと向こうにこう、ちょっと前まっすぐすぎる気がするんですけど、これをはいはい、もうちょっとこっちに傾けたい気がするんですけど。確かにここからまた微調整してもらって。その下の鉢のね、この土に埋まってた時の水平は結構目の錯覚を起こされるんで、しっかり幹と枝ぶり見てね、騙されないように。そうね、でもこの根は見せたいんで、もっとここにこういて。これでいろんな方向から見て、こことかあっちからとか、こっちからこっちからとかね、見ていただいて。角度ですもんね。そうそう。でこの面に一番合ってるところを、じゃあ今日岡本さんに決めてもらおうか。おお、いいですか、僕が決めて。その人の感性が。引っ張ってねじる、引っ張ってねじる。だからちょいサイズオーバーぐらいだったら陶器は絶対無理ですけど、この子だったら引っ張ればちょっと入るっていう、でも隙間が絶対にないぐらいな気持ちで入れていってください。大体ほとんど1代目2代目なんですか、この畑に植えたのは。そうですね、初代ですよね。3代目4代目は維持管理からの、でも1代目がそこまで頑張ってくれたからね。そうですよね、財産ですよね。もうそう、本当にご先祖様にも感謝ですね。初代2代目が作って孫やひ孫がやっと綺麗な作品とするっていうね。盆栽を作ろうと思うと最低でも3代ぐらいいるんかっていう。いやでもそういう世界ですよね。名品なんて作ろうなんつったら1台じゃ築き上げられないの。なかなかこんな体験できないんでね、もうすごく貴重な体験させていただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。これあれですかね、やっぱりこの、状態でまたさらに 2,3 年様子を見るって、やっぱしょっちゅう植え替えると木に対してすごいダメージがかかります。良くないことなので、まずはこの状態で3年ぐらいは最低持って、まあ落ち着いてから今こういうトロ箱みたいな鉢なんで、これね、それから綺麗な鉢に植え付けるっていうのがまあ安全なやり方かなと思いますね。いやすごいですね。でもあとこれね、ちょっとうつむいてるように見えるんですけど、
横から見るとね、幹の芯見るとそんなにうつむいてないんです。そうですよね。はい。そうでも気にならないんですけど、前がこれを今のこの状態に合わせた剪定をまた秋とか冬にしていけばそういいんですね。どうしても畑の中ではここ細かいところまで見て剪定できない場合が多いんで、はい、なるほどちょっとずつこう良くしていくという。はい、すごくいい今回回になったんじゃないかなと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後いつものでは、盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一と盆栽クラブ東京ゆうひでした。